こんばんは。おやすみジャパニーズチャンネルのともです。今夜は信じる心が奇跡を起こすお話です。今日も優しい日本語でゆっくり話します。お話の最後に小さなクイズもあります。それではお聞きください。奇物長者。昔々ある村に貧しい男がいました。男はとても心の優しい人でした。男は小さな木の仏像を持っていました。その仏像をとても大切にしていました。男は毎日自分のご飯を仏像にも分けていました。仏像様、今日も一緒に食べましょう。男は毎日心を込めてお祈りしていました。男の隣には意地悪な金持ちが住んでいました。金持ちは大きくて立派な金の仏像を持っていました。金持ちは男の木の仏像を見ていつも笑いました。そんな木の人形にご飯をあげても何も変わらない。私の金の仏像はとても高くて立派だ。ある日、金持ちは男に
言いました。勝負をしよう。お前の木の仏像と私の金の仏像で相撲をさせる。お前が負けたら命をもらう。お前が勝ったら私の家とお金を全部やろう。男はとても怖かったです。でも自分の仏像を信じていました。わかりました。勝負しましょう。いよいよ相撲の日が来ました。村の人たちがたくさん集まりました。金の仏像は大きくてとても重そうです。木の仏像は小さくて軽そうです。相撲が始まりました。金の仏像はとても強いです。木の仏像をどんどん押しました。木の仏像は今にも倒れそうです。男は大きな声で言いました。木の仏像様、頑張ってください。負けないでください。その時、不思議なことが起きました。木の仏像が急に動きました。えいと言いました。
木の仏像は大きな金の仏像を力いっぱい投げました。金の仏像はドスンと音を立てて倒れました。木の仏像の勝ちです。約束の通り、男は家とお金をもらいました。でも男は威張りませんでした。その後も毎日仏像にご飯をあげました。そしてずっと幸せに暮らしました。おしまい。見た目よりも大切なものがあります。そんなお話でしたね。優しい心は時々奇跡を起こします。では、ここで小さなクイズです。相撲で最後に勝ったのはどちらの仏像でしたか？ 1. 金の仏像。 2. 木の仏像。正解はコメント欄に書いておきます。今夜もありがとうございました。それではおやすみなさい。いい夢を。